こんにちは。今日はビーズ刺繍の基本、図案の写し方や糸の刺し始め、刺し終わり、基本的な刺し方などの解説をしたいと思います。まずは図案の写し方です。まずこういった絵にトレーシングペーパーを重ねて留めます。これはマスキングテープです。そして図案を書き写します。そしたらこれは外して布、チョコペーパー、先ほど写した図案、この順番に置いて上からセロファンなどで保護して図案をなぞって写します。外します。このように図案を写します。続いて糸の使い方です。糸は1本または2本取りで使います。こちらのビーズ用の糸はそのまま使います。刺繍糸はどちらか片方を引っ張るときれいに取り出せるようになっています。TMC さんの糸は確か番号側だったと思います。1回、2回ぐらい引いて糸を切ります。糸が6本寄りになっているので1本ずつ外して使います。針に糸を通します。糸を2本取りにするとき、糸刺繍では糸を2本取って2本取りにするんですが、ビーズ刺繍では1本の糸を針に通して二重にして使います。続いて刺繍枠への布の貼り方です。刺繍枠は使っても使わなくても大丈夫です。これは面麻です。洗濯するようなものを使うときは一度布は水通しをした方がいいと思います。それでは刺繍枠に布を貼っていきます。刺繍枠をバラバラにして布は表向きを上にします。内側の枠の上に布を置いて、その上から外側の枠をはめます。そしてこのネジを締めます。布がしっかり貼るようにして締めます。刺し始めと刺し終わりの説明をします。まず刺し始めです。糸は玉結びをします。こう糸に手をかけてこういう方法で玉結びしてもいいんですけれど、これだとナイロンの糸ですごくやりにくいので、いつも針を糸端に置いてくるくると何回か回して、そして針を抜いて玉結びを作るという方法にいつもしています。では刺し始めです。まず針を布の裏から出して最初に1回か2回小さく縫います。これを内ボワンと言ったりします。小さく1回、そして2回縫うときはプラスにすることが多いです。ビーズに隠れるようにもう少し小さくした方がいいと思います。そしてまた裏から針を出して、これでビーズを刺し始めます。続いて刺し終わりです。刺し終わりもプチポアンをします。糸があまり目立たないようにしたいので、私はいつも針を裏に出してこのビーズの下のあたりの糸を 1,2 回すくって玉留めをします。玉留めは糸が出ている根元に針を置いて1回2回3回2、3回針
針に糸をかけて糸を引き抜きます。それでは基本の刺し方を解説したいと思います。針を裏から出して一度縫います。もう一度針を出します。まず一粒刺す方法から説明します。一粒刺す方法は3パターン説明したいと思います。まずビーズをこの向きに刺す方法です。ビーズを一粒取って糸の根元にビーズを置きます。そうしたらビーズの幅のところに針が刺さるようにして針を落とします。これでビーズが一粒刺せました。ビーズが不安定だなという時はもう一度糸を通します。続いてビーズをこういった向きで刺す方法を解説します。針を裏から出してビーズを一粒取ります。ビーズを生地のところまで持ってきて針をこの幅でビーズの穴と外との間の幅で針を落とします。針をビーズの穴から出します。次は針を反対側のサイドにこの幅に合うようにして針を落とします。これでビーズが上を向いて穴を上に向いて留めることができました。続いてビーズを使って留める方法を説明します。針を裏から出してビーズと留めに使うビーズをこの順番で針に通します。ビーズを布のところまで持っていって留めに使うビーズは避けてこちらのビーズの穴にのみ針を通します。これでビーズをビーズで留めることができました。続いて連続刺しをします。連続刺しは複数個ビーズを取って留める方法です。針を裏から出して複数個ビーズを取ります。生地のところまで持ってきて取ったビーズの幅で針を落とします。ビーズがグラグラするときはもう一度糸を通します。針を同じところから出してビーズに通します。ビーズ幅で落とします。続けるときは隣から針を出してビーズを複数個取ってビーズ幅で落とします。これがビーズの連続刺しです。裏に返して生地をすくって玉留めします。続いて竹ビーズを刺します。竹ビーズもこちらのビーズと刺し方は一緒です。刺し始めのやり方で始めて竹ビーズを1つ取ってビーズ幅で針を落とします。
ビーズで留める方法です。竹ビーズ、丸小ビーズの順にとって、丸小ビーズには針を通さずに竹ビーズのみ針を通します。そして最初針を出したところに針を落とします。複刺しです。ビーズを複数個取ってそのビーズ幅で針を落とします。続いてスパンコールです。スパンコールは表裏があります。どちらを上にして使っても大丈夫なんですけれど、連続して使う時などは揃えた方が綺麗に見えます。まずはスパンコールを片方で留める方法です。スパンコールの裏から穴に針を通してスパンコールの半径の幅で針を落とします。続いてスパンコールの両側を留める方法です。スパンコールの裏から針を穴に通して先ほどと同じようにスパンコールの幅で半分の幅で針を落とします。そうしたら先ほど留めた反対側のスパンコールの際から針を出して真ん中の穴に針を落とします。これがスパンコールを2箇所で留める方法です。続いてビーズで留める方法です。スパンコールビーズの分で針に通します。生地のところまで移動させ、ビーズの穴には針を通さずスパンコールの穴に針を通します。これでスパンコールがビーズで留められました。続いてパールを一粒刺す方法です。刺し方はビーズと同じなのですが少しコツが違います。パールに針を通して生地のところまで持っていってビーズはビーズ幅に針を落としたんですけれどパールは少し幅より内側に針を落とします。こういった大きいものを刺す場合は糸は二重にして2回ぐらい縫い留めておいた方がグラグラしないとグラグラせずに刺せると思います。続いてビジュです。今回は4つ穴があるタイプを刺そうと思います。針を表に出して向かい合う穴に針を通します。穴から穴の幅で針を落とします。もう一度同じところを刺します。ビジュもパールと同様に糸は2本取りの方がいいと思います。次に違う方向の穴に針を通します。ビジュの穴の際から針を出して向かい合う穴に針を通します。穴の際のところに針を落とします。もう一度同じところを縫います。図案の消し方です。綿棒などに水を含ませて
トン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 として図案を落とします。図案の写し方や基本の刺し方など、今日はビーズ刺繍の基本的な技法を紹介しました。次回はビーズ刺繍の基本的なステッチを紹介したいと思います。最後まで見てくださりありがとうございます。それではさようなら。